サディア帝国の戦艦マルコ・ポーロよ。ああ君、ベネトたちと比べてもらっても構わないけど、一つだけあらかじめ知ってもらうわ。この私が総機関だったらもっとサディアの意向を広められるわ。このマルコ・ポーロを呼び起こした君、覚悟もう決まっているのかしら。勇気と教養を備えている指揮官で大変よろしい。私はマルコ・ポーロ。さあサディア帝国の意向を広めることから始めようじゃない。仕事のために自らの時間を犠牲にする覚悟は終わりでよろしい。ルスティケロになってくれるのは構わないわ。むしろ私、人に書かれるのは好きでね。失敗談はカットでお願いね。どうせ誰かの手中に収められる宝だもの。他人に渡すくらいなら自分で確保した方がいいでしょ。黄金の投稿。ああ、まったく素晴らしいわ。今度機会があれば君に思う存分語らせて。この母校、地図で見るとどうにも窮屈ね。君、母校をもっと拡張する気にはならなかったの？この私に呼びかけるなんて何よ。俗物のような趣味。君ね、どうしていつもそんな子供っぽいことをするわけ？任務？この程度のことはさっさと片付けた方がよろしくてよ。サジを片付けた？よろしい。もっと大事なことに集中するがいいわ。降参の手紙？条件はきっちりこちらで検討させてもらうわ。秘書官も決裁できる権力を持つべきだと思うわ。もちろん君がいない間にね。君が指揮官でさえなければ特に何でもないわ。あら、向かってくるのかしら。恐れずにこのマルコ・ポーロのことをもっと知ろうと。好きにしなさい。俗物とは違う君の見識と視野。もう少し向上心、野心というものを付け加えたらよろしくてよ。これだけの仲間を率いていながらサディアの
君自身の意向を広めようとは思わなかったの？まったく呆れたわね。君、誰もマルコ・ポーロ、私一人の意向を広めてほしいなんて言ってないわ。たとえ君でも野心的すぎよ、もう。委託組が戻ってきたわ。君もたまには彼女たちと一緒に出かけて見聞を広めてみてはどう？君も分かっているでしょ？強い者こそより多くの利益を手にすることができる。よろしい？栄光あるサディアのため、戦士たち怒りをあげよう。もう降参？私たちがそうさせた？まったくしょうがない連中ね。おのれ、今日受けた屈辱は100倍にして返すわよ。私の力にひれ伏しなさい。危機はチャンス。さあ、ありがたくいただくわ。君の誠意に免じてね。さあ指揮官、甘々な日常の中で共に偉業をなすわよ。もう待ちきれないわ。このマルコ・ポーロの伝記に新しい章を開きたいの？よろしい。それで何を書くの？野心に関するパートは欠かせないとして、甘々な日常パートを挟んでみるのもいいかも。さまつな書類作業に才能を浪費するんじゃないわ。真の戦場はここじゃなく外。拡張計画を立てて局面を動かすことこそ私たちが真面目に取り組むべきことよ。君の領域は私の領域、私の地位も君の地位。ズバリ2人の共同作業による成果よ。実によろしい。変ね。私が出した協力計画の書類に対して一向に返事が来ないわ。あの子たちの効率を過大評価してたかしら。私たちの野心を果たす方法を思いついた？まだ？ふっふっふ、いいタイミングね。私にいい考えがあるわ。君ね、いつまで経ってもそんな。こうすれば喜ぶというの？いいわ、好きにしなさい。君が留守の間、今日の仕事を整理したわ。さあ、きれいさっぱり片付けに行くわよ。これは私と君、2人の責任なんだから。このマルコ・ポーロの夢は目に入る全てを征服することだった。でも今はもっと達成感を感じられる偉大な夢を見つけたわ。ええ、それは
君がやることなすこと全てにマルコ・ポーロという名を刻み込むことだわ。大志を抱く者はちぎりに縛られないのが定説よ。君にならしばらくは縛り付けられてあげてもいいわ。君の野心が果たされるまで消えるんじゃないわよ。